さあ、フリーズ、ラストフリーズかけていきますが、防衛施設が散らばっているのと、ターンを打ってるドラゴンライダーから対空砲がターゲットを取っている。うわ、時間切れよ。チェケラドムで14です。今回はクイーンオカズベースボリューム0というわけでね、こちら BO2 の2戦目になっております。初戦の方はね、一応概要欄貼っておきますので、そちらから見たい方はそちらチェックしてみてください。始まったら、その結果、力で話すような形になります。まあ、一応ね、ファイヤーフィエラみたいな大会の決勝戦になっております。最近決勝戦多いね、クイーンオカズ。というわけでね、早速やっていきましょう。はい、というわけで早速やっていきましょう。初戦を振り返ると12対13で負けている形になりますね。パーセントが結構絶望的なので、勝つためには星数で勝っていかなきゃいけないよっていう対戦になっております。さあ、スケルトンインビジブル。今回の対戦、このチームはね、すごいスケルトンインビジブルが多かったですね。クランジョとマルチインフェルノ。これかなり難しい技術なんですけど、今回もしっかり失敗することなく、これ結構プロシーンでもね、ミスること多くて、世界大会でもね、ミスってる人多かったんですよね。クイーンウォーカーズでもホッサンが何回かやってるんですけど、あんまり成功せず、ガクなんかはね、味方にやってほしくない戦術第1位なんて言ってましたけど、かなりね、難易度高いですね。それをきっちり、今回の対戦一度も失敗することなかったですね、このスケルトンインビジブル。シンプルに上手いですね。海外だとそうだな、あと MCS とかがよく好んで使ってる印象を受けますね。シンセとか、レミオとか。その二人かな、基本。あとはバドジンガー。アバターだったり、リキレズとかがね、たまにやったり。最近だとスケルトンではなくコウモリを使ってマルチインフェルノを折りにスケルトンコウモリみたいな形でね、やってたりもするんですけど。どうでしょうね。なかなか難しかったりはすると思うんですけど。コウモリの方が防衛施設には直でいけるんですけど、多分ですけど、そういう使い方するってことは近くにヒーローがいるんですよね。ヒーローが近くにいて、スケルトンでやってしまうとヒーローに釣られてしまうからコウモリっていう使い分けをしてると思うんですけど、コウモリの方がね、スケルトンよりも耐久性っていう意味では、縦1枚あるかないかの差もあるんでね。そもそもインビジブル、外さなきゃいいじゃん。ギリギリを攻めれば OK じゃんみたいなところあると思うんですけど。多少絶対全部は隠れることはできないので、数体がね、外れる位置に絶対に湧いてしまうので、そういうところで、多分スケルトンだとヒーロー反応してるぞ。近くのやつがヒーロー反応してるぞっていうので、だんだんと他のね、スケルトンたちもヒーローに反応して流れてしまうみたいなのを防ぐ。言ってる意味わかるかな？ちょっと上級者向けのあれなんですけど。さあ、そんなこんなね、スケルトンインビジブルの話をしていたらさらっと全開取られてしまいそうです。さあ、残り時間は40秒。さあ、ロイヤルチャンピオンが中心のテスラ森を突破してしまったのが、終了のお知らせでしたね。さあ、ここには赤バックセットがフルコンボしてあったんですけど、テスラが生えてなかったんでね、バルーンが通ることはなく、きっちり全開を取られてしまいました。強かったですね。さあ、ここクイーンウォーカーズスタドラから天才の中華式と結構珍しいですね。天才型の中華式をスタドラがやるのは結構見たことないレベルで。どうだろうな。スーパーネクロだとね、たまにやってたりもするんですけど、天才型を。それを中華式でやってったって形ですね。海外だとね、よくクイーンウォーカーズと今年何度も対戦しましたトンピナイエンパイアがね、中華式を天才型でやってたりもするんですけど、さあ、ここはマルチインフェルノとウォーデン像って言って、簡易的にね、おでひでマルチインフェルノぶっ飛ばしましたみたいな状況が作り上げてますね。これをすることで呪文をかなり、失ってしまってはいるんですけど、圧倒的時短というところと、時短ですね。時短と安全に削りたかった区画を壊すことができたと。おでひが40秒ぐらいで呪文を使ったけど、マルチ、オーデン像、あの辺を一気に突破しましたよ、みたいな、そういう状況になってますね。時間を呪文で買った形になります。はい。さあ、サイドカットがね、天才でできているので、これは右側のマルチインフェルノの横打ちのみ。ほぼ横打ちとは言わないですね、この角度なら。そういうような状況を作りつつ、ウッドランチャーで進めていくと、ジャンプがないのでね、天才を使ってる分、ジャンプがないので、このウッドランチャーでの道を、大事に使っていかなきゃいけないんですが、どうでしょうか。さあ、まずはトームをかけていっ
て、これは穴が開きますか？しっかりタウンまでの道。そうか。もうこれクランジュラのとこが開けばもうタウンまで開通してるんですね、この道。ならさすがに行けそうですね。さあ、道は広がっていきつつ、シングルインフェルノの方にもウッドランチャーが若干ダメージを入れてくれているので、すぐに折ることができそう。ジャイからのロイヤルチャンピオンは9時側展開。綺麗にタウンホールへの道が天才で作られつつ、ウッドランチャーでも道を作っていきつつ、ジャンプが絶対にいらないような今回のプランニングだったので、天才でいいか、呪文がね、節約できる分天才が刺さるんじゃないかということで、ね、天才を採用したと思うんですけど、これはかなりぶっ刺さりましたね、天才が。さあ、一応ロイヤルチャンピオン等々のインビジブルだったと思うんですけど、2発予備で持ってきてましたが、天才を打ったにもかかわらず呪文が余っていくというわけでね。これはいいあれでしたね。マスタードロの形からすると結構形がね、テンプレ化してるんですけど、たまにこういう天才系とかね、交えつつやることで、だいぶ変わると思うんでね。スタドラは天才やらないから天才は捨てていいとかそういうのがなくなりますからね。ガーサス。今のはかなりいいアタックだったかなと思います。さあ、中華式に対してスーパーネクロで返してきました。初戦もかなりスーパーネクロ多かったですね。クイーンウォカズは結構ボックス配置に耐性があると見て、対策陣に少し切り替えてきましたね。まずはウォーデンでサイドカットを行っていきつつ、天才ではなく純正のスタイルなので、呪文はたくさんあるんですが、ウッドランチャーでやっていくみたいですね。その分、ウィザードが6体とかなり多めに積んでいきつつ、スーパーネクロも4体、多分ヒーラーも4体だったと思う。さあ、6時側ウィザードでカットしていきつつ、ウッドランチャー登場。キングですかさずサイドカットを追加していきます。そうだ、言うの忘れてた。この大会はまだスーパードラゴンと新兵器は使えないです。1試合目にも言ってない気がする、これ。さあ、クイーンの HP が落ちてきてはいるんですが、ここで少し回復をされてしまう。ヒーラーもダメージ入ってるんですけど、早く解けないかな。もうちょいで解けそうなんですけど、トームをまだ温存されて、スーパーネクロってね、やっぱトームかなり奥まで使えるんですよね。中華式だと割ともうとっくに使ってるタイミングだと思うんですけど、中華式対策したような配置で、ね、トームがないからこそ刺さる罠みたいなのがね、スーパーネクラだとこうやってここでトーム打たれてしまうんですよね。しかもアイスゴーレム3体採用ということで、これは、ジャンプをマルチの方に折り返すシステム。なんか面白いですね、この入り。タウンポイズンぶっ刺さるような形で。いけ。ロイヤルチャンピオンわざわざポイズンに浸からせに来たんですけど、なんかトルネードが助けてね。いや、浸かりましたね。使ったんだが。まあ。さあ、スケルトンで、最後の竹取り。これは純正だからこそできる。呪文の多いスーパーネグロ強いっすね。サイドカットがその分できないんでね、入りが少し難しくはなってしまうんですけど、時間もかなり早い。天才とは違ってレイジがたくさん打てるので進行速度がね、普段のスーパーネクロでも早いということで、残り時間40秒近く残して、スーパーネクロでこれってかなり早い方だと思うけど。さあ、これは全開を取られていって、強いですね。さあ、ガク。さあ、逆転をするためには、星数で勝たなきゃいけないというところでね。さあ、まずは突撃艦から、突イエティかな。クロス、イーグル、なるほど。なんだあれ、ドラゴンライダーか。さあ、呪文は書けなかったんですが、レイジを追いで出してきましたね。若干足りなそうというところで、書けたんだけど、どうだこれは。ギリギリ突破ができましたね。危なかったっすね。なるほど。突イエティだとキングにしばかれるというところでね。ドラゴンライダーの採用だったと思いますが、レイジは必要でしたね。外周赤は不穏だな、一瞬。さあ、これで、タウンまでみたいな流れだと思うんですけど、そうなると、投石がちょっとややこしくなりますよね、あの位置。触れないんで。スケルトンで降り行くもしかして。はぁ。それ強いな。確かにね。
これ、大砲を繋いでタウンの方を入れつつ、スケルトンで、射程外だと思うんで、そうなると、投石をスケルトンで降りに行くプランになるのかな、これは。さあ、ウォールブレーカーは大工の小屋についてしまう。マジか。そこつくんだ。さあ、それどうだ？届くか？やばい、巨木？お、なんかギリギリ空いてる。すんごい一マス空いてる。怖い、今の。大工のタゲ。いや、強気に出たな、今の。タゲ取りなしで出していきましたね。さあ、1マスだけ空いてますね。これは、どうだ？投石行きそう。行った後戻るかな、タウンの方。下側、切れてるからこれ、うわ、テスラ、怖い、今の。テスラ先に生えてたら積んでたっすね、今の。まあ、インビジブルで隠すってことがあるのか。タイミングマジで今シビアだったんで、一瞬で今、少しでも早くテスラ生えてたらクイーン真ん中入ってましたね。おー、すごいタイミングだったな、今。避けた瞬間にテスラ入ったもん。これドラゴンライダーが少し早かったら、出すの早かったらテスラ起動してましたね。結構今の際どいタイミングでしたね。すごい。すごい。今のすごい。いや、このルート、怖え。強気だな、これ。さあ、ラストインビジブルかけていって。まあ、割と後がないですからね、これもう。どっちにしろこけたら負けなんで、結構強気に、そういうプランで来たっぽいですね。いや、今のめっちゃ強気だった。さあ、ドラドラ、クローン型と、オールブレーカー、外周部で死にましたね。なんで？そんなとこで死ぬ仕組みあったっけ？シンプルに火力で死んだんか？そんなことある？バネかなんか引っかかったかな？ちょっと見てなかったっすけど、急に死んだんで。そんなに急にスーパーウォールブレーカー死ぬことある？そんな外周で。さあ、イーグル、まあ、割と確かにテンプレっちゃテンプレ型の形の一つですね。うん。ペリーさん。ペリーさんではないのか。ペリーどこって言ってる人からペリーじゃないんだな、この人。さあ、レイジークローンかけていきますが、結構バルーン、タウンポイズン意外とかかんなかったですね。そして解除されていく。いやー。これは、いや、クイーンは黒く吐かせますが、ロイちゃんいるんで。行かれたな。いやー、防衛しないとね、星数で勝たないといけないので、一本防衛が絶対に欲しいシーンなんですけど、さあ、クイーンギリギリの HP、ユニコーンついてるの強いな。てか、イーグル突破してこいつ、そのままクローク余してやってきたの。やば。おい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 、ロイちゃん残されんぞ、これ。もう余裕モードですね、相手は。クイーン死んでんぞ。早く出せ。これ時間勝負になることないからな、BO2 だと。さあ、意地でもロイヤルチャンピオン残していこうという、そういう形ですね。ちなみに僕、こういうの嫌いなタイプです。全力で取った方が美しい。さあ、ホッさん。これは、ドラゴンライダーのスケルトンみたいなね。ドラなんですけど、まあ、タウンホールがドラではないね。スニゴブライダーなんですけど、タウンホールが真ん中にあるんで、基本はジャンプでタウンを取りに行く形かなと思うんですけど、アイゴレ4体。なるほどね。そこのトツイティはマジで美味しい。それでクイヒー真ん中ジャンプとかも強そうだなと思って見てたんで、ジャンプかウォールブレーカー、普通にウォールブレーカーつくからウォールブレーカーでいいかなって結構悩んだところでしたね、これは。さあ、援軍を少し釣ってったんですけど、ネクロかな？
逆サイドジャイアントを出して、あれはまず、振りたいのか、もしくはバネトラップのチェックだったのか。援軍処理をあんなに時間かけたのは何でしょうかね。うわー、これバルキリー欲しい。さあ、大量のスケルトン。ネクロが間に合うか、これは。ポイズンの範囲内に間に合うのか、これ間に合うか。たどり着いた一体は外れましたね。っていうか、両方外れましたね。さあ、ここはベビードラゴンでフォローしていきます。さあ、その隙に通常ゴブリンでサイドカット。なるほど。これで普通に真ん中ジャンプってイメージですかね。で、火力がわかんないので、アイゴレ4体持ってきてると。さあ、スケルトンを置きつつ、アイスゴーレムのフリーズが入ってきます。アイゴレ入んなかった時ね、シングルにスケルトンでタゲが取れるようなタイミングで出していきましたんで。さあ、ここフィストも使ってタゲをぶらしつつ、またしてもアイスゴーレムがバネで飛んだことによってフリーズ効果が入って、超限定ジャンプ。これで投石2発、プラスタウンポイズンを受けないようなジャンピングにしてきましたね。さあ、ストライカーは遅れて出しましたが、もうすでにヒーローはいません。ロイヤルチャンピオンのサンジががっつりサイドカットしていきますが、時間がやばそうなんで、そろそろ始めていきたい。ネクロ引っ張った分がすごい、時間食いましたね。さあ、ドラゴンライダーバット出してきて、バルーンは後から展開していく。なるほど。バルーンを活かしていくような形で出していきましたね。さあ、ここはしっかりタウンホールを破壊していって、後ろからやっぱり、あれはバネトラ解除でしたかね。さあ、ウィズ島の竹をしっかり潰しつつ、コウモリがウィズ島を突破しきりましたね。火力的には足りてるんですけど、残り時間がやばすぎる。さあ、残り20秒。これは間に合うか？上が絶望的ですね。さあ、ドラゴンライダーもコウモリも防衛施設を追ってしまうので、これは通常の回収ユニットが全然いません。間に合わない。これは終戦の終了のお知らせですね、これは。星1防衛が必要です。さあ。コウモリで竹取りつつ、これね、守れないんですよ、これ。しっかり見抜いてきましたね。世界大会前にね、この配置、これされたら絶望的に守れない。うわ、まんま一緒ですね。これ100守れないって言ってみんなで。100守れないから使うのやめようっつって使うのやめた配置ですね。いや、これは守れないな。しっかりここまでトムも残してうまかったですね。初手トームではなく、時間差で出してトルネも、ホーミングも解除していきました。いや、これは終わったな。これは終わりましたね。えぐいインドラいる。小物がワンサカしとる。ワンサカすぎる。さあ、ただ、投石の方もかなりいい火力にはなってますよ。テスラモリとスケルトンと。意外と止まりかけてはいるけど、まあ、さすがにね。フィストが伸びてきつつ、ロイヤルチャンピオンはブーメランを離させた。さすがにきついかな。ワンチャンクロス2個が残るような展開があれば防衛できそうなんですけども、対空砲はやはり数が多いですね。対空周りにもたくさんインドラがいて、対空、頑張れ。まあ。そのクロス。これインドラのいいとこ出ましたね。これはインドラの強いとこ出ましたね。数で分散して、ターゲットを分散しつつ、一気の火力でクロスを追っていって、クロス残ってたらこれワンチャンあったかもな。ワンチャンのワンチャン、もしかしたらあったかもしれないけど、まあでも黒く残ってるからどっちにしろかな。どっちにしろですね。行かれましたか。さあ、クロス。
まあ、行かれてしまったことによりね、星2差。今現状星2差なんでラストアタック星1防衛できないと負けですねっていう状況。かなりきつい。さあ、トツウィズのインドライダーですかね。ジャンプも入っていると。2、1。さあ、ラバからの突撃艦。ラバの角度合ってんのかな、それ。まあいいか。さあ、インビジブルかけて、レイジはい。かなり溜めましたね。うお、ギリギリなんか、うわ、巨爆。いない。なんかめっちゃ溜めてたんで、これ、どういうこと？不発に終わりましたね。突入、水が。これ中身15体、罠解除部隊とか、だったレベルの遅さだったんですけど、まあ、タウン周りじゃないし、わざわざそんなあれはしないと思うんで、シンプルに、インビジブルを、ボンジュール式したって感じですかね。おーっと逆走入りますね。これ、エリタンまで切りたいけど、無理やな。AT 切りに行かなかったんで無理です。ストライカーナイス。キング戻ってこない。キングワクイの方に行きました。さあ、3時ロイヤルチャンピオン、ちょっとテスラ盛り。さあ、オールブレーカー中心まで開けていって、これタウンまで見てんのか、ジャンプあるぞ。これは、どうだ？さすがにこれはきついな。呪文がない。食い火ではないので、さすがにこれはきついですね。火力的にどうなんだこれ、そもそも。うわぁ。ジャンプ。ジャンプで飛ぶユニット、ジャイアントぐらいしか残ってないですね。もう残り。さあ、これタウン取るのもかなり怪しいっすね。時間をかなり使ってドラゴンライダーでサイドカットしつつ、さあ、本体をゆっくり出していく。うわー！バネでストライカーが飛んでいきました。さあ、フリーズ、ラストフリーズかけていきますが、防衛施設が散らばっているのと、タウンを撃ってるドラゴンライダーから対空砲がターゲットを取っている。うわ、時間切れよん。星1。そんなことある？というわけで、星1防衛が欲しかったんですが、逆に星1をしてしまいました。これ星0でも勝てないのかもしかして。星0でも勝てないですね、このアタック。なんてこった。このアタックがこのまま終了しても負けてしまうというそういう状況になってしまいました。とんでもない事態だ。攻撃を余されましたね。やっぱこれ、そうよな。タウンスニゴクになるねって話したのがそのまま来てるな。しかもそこヒーローやるんだ。来そうな攻めがちゃんと来てる。あれ外れてるこれ。おお。タウン残りましたね。さあ、これは突撃艦でやってきますが、その角度なんだ。まあでもそうか、トルネ解除されてるもんな、もう。ドガン。兵器使わせましたが、
さあ、ロイヤルチャンピオンも勝利ができました。割とマジでそういうアタック来てんだ、これ。びっくりするぐらい。あれだな。うん。これはさすがに守れますね。タウンが残ったのと、ちょっとね、スケインブされたのは予想外なあれだったんですけど。さあ、バルーン全滅していきましたが、ここからはラバウォーデンというね。あ、でもなんかバルーン来た。さあ、ラバハウンドはここで弾け飛んでいきつつ、対地クロスなので、これは、オールウォーデンが暴れてますね。マルチインフェルノが簡単に折れていきつつ、クイーンがいるんでね、防衛の。前回までは伸びなそうですが、結構伸びますね。いやー、空に攻撃できる防衛施設があんまり残ってないな。ウォーデンゾーゲーミング。オールの HP もかなり低くなってきましたね。伸ばされている。さあ、なんか 90% まで超えてきたな、これ。兵器が空で使えるような感じになってたら、これイカれてたかもな。さあ、防衛していきました。さあ、ラストタック。もう敗退、準優勝は決定しているんですが、最後やっていきましょう。クイヒードラゴンライダーですね。スケルトン1枚型の形です。さあ、12時から10時の方に動かしていきつつ、迫撃砲の下がね、アーチャー潜れる箇所が2箇所あったので、そこに投げています。きっちり流れそうだったので、OK と OK と。はい。ウォーミングチェック用のバルーン出したらしっかりやりましたねと。で、角度結構キワキワなんですけど、出していって。さあ、穴毛結構悩んだんですけど、この位置にしましたね。さあ、ホーミングチェックをおいで出していったんですけど、このバルーンがね、タウンホールを起動してしまう。なるほど、と。なってしまったものは仕方ないので、しっかりこれはアイゴレまでフリーズをかけていきます。はい。そしてここからがね、これ強いんですよ。インビジブルで、アイゴレのね、場所を移動させる。はい。アイゴレのフリーズ効果が入らないっていうね、このコンボ。アーチャーを迫撃砲の方に出しているっていうのと、一応3時にも追加で出してるんですけど、それが頭にあったからこそできるあれですね。アイゴレって移動速度遅いんで、あんな感じで、これマジでレジェンドズルだよな。ラバとアイゴレはね、あれでかわせるんですよ。あとか、なんだろう。ラバとアイゴレって言ったけど、なんかラバはラバを別のアーチャーのいる方に引っ張ることができて、アイゴレはあんな感じで斬新なズルができるっていうのね。これは、クイヒレジェンドで学んだズルですね。これいけるやん、みたいなのね。こういう引き出しがあると、タウンクイヒーもね、幅が広がるというか。で、シングルインフェルノ、クイーン、ボーデンゾーンのところにスケルトンを置くことで火力をかなり抑えつつ、ストライカー3体目を登場、さらレイジーをかけていって一気に突破させていきます。これは止まんないですね。ラストボールブレーカーをね、2時の投石まで繋ぐ用の持ってくるかどうか悩んだんですけど、火力的に絶対足りてると思ったから、ボールブレーカー今回は持ってきませんでした。はい。結論しっかりいけましたねと。余裕でしたね。はい、というわけで今回はクイーンウォーカーズ VS ボリューム0というクラン、ファイヤーフィアという大会の決勝戦 BO2 だったんですが、なんと2戦とも負けてしまいました。かなり苦しいですね。攻撃の方が2回とも12点かなって形で、ちょっと伸び悩みましたね。おっさんもクラスも割と似たような形でしたね。コウモリがあるかないかはさておき、スーサイド、突撃艦使ってスーサイドでタウン取りに行ってみたいな形だったんですけど、からのドラゴンライダーってね、同じような流れだったんですけど、
これでね、世界大会前はね、3連続大会を優勝していたんですよね。ケソカップ、クラッシュマスターズカップ、イッツカップと3連優勝から入った世界大会だったんですけど、世界大会で準優勝になって、イッツカップクリスマスシーズン準優勝、そしてこれファイヤーフィア準優勝と、世界大会以降3連続の準優勝になってしまっていると、決勝戦で、ちょっと勝てない形が3回も続いたというところで。そうですね。今季結構準優勝も多い月になりましたね。月じゃないや、年。まあ、なんだろう。3位決定戦で勝って3位になるクランと、決勝戦で負けて2位になるクランだとさ、やっぱり2位のクランの方が悔しいっていう、昔から言われてますが、なんだろう。後味悪いっていうか、不完全燃焼っていうか、そんな形で今年を締めくくる形になりそうですね。多分今シーズン最後の決勝戦だったと思うんですけど、準優勝がまたも続いてしまいました。ちょっとね、最近っていうか今年のクイーンウォーカーズの成績みたいなのをね、マネージャーの方がまとめてくれてもいたので、まあ今年の最後あたりにね、まあそういうのも発表できればと思います。そういう話もしていこうかなと思います。はい。まあ、序盤の方とかも全く覚えてないんだけど、成績のあれだけ、そうなんだ、とか思いつつ。はい。というわけでね、今回はこんな感じで終わろうと思います。チャンネル登録、高評価、お願いします。さよなら。